毎月決まった額が口座に振り込まれる、そんな夢のような制度が今まさに国で検討されています。65歳以上を対象にした新しい NISA の枠組みで、毎月分配型の投資信託が解禁される可能性が出てきました。ただ、ここでお伝えしておきたいことがあります。この毎月分配型という商品性は、金融庁がこれまで繰り返し、顧客本位でないと指摘してきたものです。SNS やニュースでも、この話題がにわかに広がっていて、すでに気になっているという方も多いのではないでしょうか。特に、これから受け取る側になる50代、60代の方にとっては、他人事ではいられないテーマです。年金の足しになるなら、それに越したことはない。そう感じた方も多いと思います。NISA の枠の中の話だから、きっと安心なのだろう。そう受け止めた方もいるはずです。お金と自由の航路へようこそ。船長です。今日はこのプラチナ NISA と呼ばれる新しい制度の中身と、そこに潜み落としやすい事実について、私なりに整理してお伝えします。前提として、結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。国の制度だからといって、それだけで安心して良いのか。このセントラルクエスチョンを、最後まで一緒に考えていきたいと思います。最後まで見ていただければ、毎月分配型を見る目が、今日から一段変わるはずです。まず、多くの方が抱きやすい誤解から、整理しておきたいと思います。一つ目の誤解は、NISA という非課税制度の中にあるのだから、商品そのものも安全なのだろう、という受け止め方です。NISA は、あくまで税金がかからない、入れ物の名前に過ぎません。その入れ物の中に何を入れるかは、一人一人の判断に委ねられています。入れ物が安全だからといって、中身の商品性まで自動的に保証されるわけではないのです。二つ目の誤解は、毎月お金が振り込まれる、イコール得をしている、という受け止め方です。振り込まれているお金が、どこから出ているお金なのか、そこを確認しないまま、安心してしまうのは、少し早いというのが私の考えです。ここで、私自身の実感を、お話ししておきたいと思います。私は以前から、どの投資信託を選ぶかを考える中で、毎月分配型についても、かなり時間をかけて調べてきました。比較サイトのランキングで、分配金の利回りだけを見ると、とても魅力的に映る商品がいくつもありました。けれど、同じ商品の基準価格の推移を合わせて確認してみると、分配金を出し続けている裏側で、基準価格そのものがじわじわと下がり続けているものが少なくありませんでした。高い分配金を出している商品ほど、基準価格の下がり方も大きい。そんな傾向を自分の目で何度も確認することになりました。その度に感じていたのは、この商品性はやはり注意が必要だ、という実感でした。だから私自身は、最初からこの手の商品には、距離を置くようにしてきました。知識として仕組みを知っていたからこそ、早い段階で避ける判断ができた、というのが正直なところです。ただ、こう考える方もいると思います。毎月分配金があれば、年金の足しになって助かる。そう感じる気持ち自体は、私にもよくわかります。老後の暮らしの中で、決まった額が定期的に入ってくる。その安心感を求めるのは、とても自然なことです。問題なのは、その安心感を求める気持ちではなく、どういう仕組みで、そのお金が支払われているのか、という事実を知らないまま、飛びついてしまうことです。仕組みを知らずに選んでしまうと、思っていた以上に、資産が目減りしていくことに、後から気づくケースもあります。こんなケースを考えてみます。A さんは65歳を迎えたばかりで、これまでコツコツ貯めてきた資産、少しでも生活の足しにしたいと考えていたとします。毎月分配型という商品を知り、毎月まとまった額が口座に振り込まれる仕組みに
魅力を感じたとします。最初の数年は思っていた通りの金額が淡々と振り込まれてくるので A さんは安心していたかもしれません。通帳に毎月同じ数字が並ぶのを見て、これで年金の足しになると胸をなで下ろしていたはずです。けれどその軍配金の中身をよく確認してみると、運用で増えた利益からではなく資産そのものを取り崩して支払われている部分が含まれていることがあります。これは不正な仕組みではなく制度としてよくある仕組みです。ただその仕組みを知らないまま何年も受け取り続けていると、気づいた時には思っていたより資産の残高が目減りしていたということが起こり得るのです。毎月の数字だけを見ていると資産全体がどう動いているのかはなかなか見えてこないのがこの商品の見落としやすいところです。数年経ったある日、運用報告書を改めて見て残高が思ったより減っていることに A さんが気づいたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。毎月ちゃんと届いていたはずのお金なのに、気づけば元でそのものがすり減っていた。そう分かった時のショックは決して小さくないはずです。ここで投資信託の仕組みを少し整理しておきます。分配金には大きく分けて2つの種類があります。1つは運用で増えた利益から出す普通分配金です。もう1つは増えた利益ではなく元々の資産の一部をそのまま払い戻す特別分配金と呼ばれるものです。特別分配金は税金がかからない代わりに基準価額そのものを押し下げていきます。つまり自分のお金を自分に払い戻しているだけという側面があるのです。毎月決まった額が振り込まれていても、それが利益からなのか元本からなのかによって意味が全く変わってきます。運用報告書を見るとそのうちは毛が記載されている場合が多いので、一度は目を通しておきたいところです。なぜこのような商品が今また注目されているのでしょうか。背景には高齢化が進む中で退職金や積み上げてきた資産どう活用していくかという社会全体の課題があります。毎月分配金があれば年金の足しになるという声が高齢者の方々から一定数あるとされています。その声を受ける形で65歳以上を対象にした新しい非課税制度としてプラチナ NISA という枠組みが検討されているのです。早ければ数年のうちにも始まる可能性があるとされていますが、現時点ではまだ制度の細部が固まっていない検討段階の話であることは押さえておきたいところです。そもそもこれまでの新 NISA では毎月分配型の投資信託は積立投資枠でも成長投資枠でも対象から外されてきました。複利をそぎやすい商品性が長期の資産形成という NISA 本来の目的にそぐわないと判断されてきたからです。その除外を高齢者向けに限って見直そうというのがプラチナ NISA という枠組みの正体です。これまで意図的に外されてきたものをあえて呼び戻す形になる背景には、資産形成の段階だけでなく取り崩し活用の段階にも焦点を当てようという政策側の意図があると考えられます。資産を増やす人向けの制度から資産を生かして暮らす人向けの制度へ少しずつ視野が広がってきているという見方もできます。ここでもう一つ大切な事実があります。毎月分配型という商品性そのものは今回突然出てきたものではありません。これまでも長く販売されてきましたが、その設計をめぐっては金融庁が繰り返し顧客の利益が優先されていないという趣旨の指摘をしてきました。複利の効果を自ら手放してしまう仕組みだという指摘もあります。本来であれば利益を再投資に回すことで資産はより大きく育っていきます。毎年得られた利益をそのまま受け取らずに積み増していくと、時間が経つほど増え方に勢いがついていきます。
それを毎月受け取ってしまうと、その分だけ将来増えるはずだった部分が育たないまま終わってしまうのです。淡々と積み上げる力を自分から手放してしまう。それがこの商品性の一番見落としやすい部分だと感じています。同じ資産から出発しても、利益を再投資に回し続けた場合と、毎月受け取り続けた場合とでは、10年、20年という時間の経過とともに、その差はゆっくりと、けれど着実に広がっていきます。最初の数年は、ほとんど違いが見えなくても、時間が長くなるほど、複利を味方につけた方が、遠くまで育っていくのです。このチャンネルでも繰り返しお伝えしていますが、資産形成において、一時的な値動きに一喜一憂するより、淡々と続ける力の方が、最終的に刃物を言います。毎月分配型は、その淡々と続ける力を自分から差し出してしまう仕組みだ、という見方もできるのです。なぜ、顧客本位でないと、繰り返し指摘されてきた商品が、今も販売され続けているのか。そこにも理由があります。毎月分配型は、販売の手数料構造として、金融機関側にとって、蘇生しやすく、売りやすい商品だ、という指摘もあります。これは、販売する側が、悪意を持っているという話ではなく、販売インセンティブと、顧客にとっての利益が、必ずしも一致していない、という利益相反の構造が背景にあるということです。だからこそ、勧められるままに選ぶのではなく、自分自身でも一度立ち止まって、確認する姿勢が必要になるのです。窓口で毎月分配型を案内されたときに、毎月お金が受け取れて安心ですよ、という説明だけを聞いて、その場で決めてしまうのではなく、分配金の内訳を教えてほしいと、一言それて確認してみてください。その一言があるかどうかで、その後の資産の育ち方は大きく変わってくるはずです。前提として、この制度自体が悪いと決めつけたいわけではありません。年金の足しとして、毎月の現金の流れが欲しいというニーズそのものは十分に理解できるものです。ただ、国が用意する制度だから、商品性の課題まで自動的に解消されるわけではないという一点ははっきりと押さえておく必要があります。制度を作る側とその中でどんな商品を売るかは別の話だからです。よくある疑問にもお答えしておきます。非課税なのだからやはりお得なのではないか、そう感じる方もいるかもしれません。確かに税金がかからないという点は一つのメリットです。ただ、税金がかからないことと資産が減っていないことは全く別の話です。特別分配金はそもそも利益ではないので、税金がかからないのはある意味当然のことでもあります。非課税という言葉の響きだけで安心してしまわないよう、中身を確認する視点を持っておきたいところです。もう一つよくある疑問です。それでも毎月お金が入るなら生活は助かるのではないか、という声です。これも理解できる感覚です。ただ、資産を取り崩しながら使う方法は何も毎月分配型に限った話ではありません。自分自身で必要な分だけを取り崩していくという方法もあります。仕組みに毎月分配を任せるのか、自分のペースで取り崩すのか、どちらを選ぶかによって資産の育ち方は大きく変わってくるのです。生活が助かるという感覚を否定するつもりはありません。ただ、その助かり方の裏側にある仕組みまで理解しておくことが、これからの安心につながります。もう一つ、整理しておきたい疑問があります。これまでの新NISAと何が違うのか、という点です。これまでの新NISAでも、自分の好きなタイミングで売却して現金化することはもともと自由にできます。違うのはその現金化を自分で判断して行うのか、それとも毎月自動的に仕組みの側が言ってくれるのかという部分です。自動化は便利に見えますが、
便利さと引き換えに、中身を確認する機会そのものを手放してしまう側面もあるのです。さらにもう一つ、毎月分配型は全部やめた方がいいのかという疑問もあると思います。私は一律にやめるべきだとまでは考えていません。仕組みを理解した上で、それでも毎月の現金の流れを優先したいという方には一つの選択肢になり得ます。大切なのは仕組みを知らないまま選ぶことと知った上で選ぶことの違いです。知らずに選んでしまうと後から気づいた時に取り返しがつきにくくなります。ではここから今日からできる具体的な対策を6つに整理してお伝えします。1つ目、分配金として自動的に受け取るのではなく、自分で必要な分だけを取り崩していくという発想です。私自身は資産を使う場面では年に 4% 程度を目安に取り崩していくという出口のルールをあらかじめ決めています。毎月同じ額を受け取る仕組みに任せるより、自分のペースで必要な分だけ現金化していく方が資産をより長く働かせ続けることができます。2つ目、商品を選ぶ際は目論見書や運用報告書で分配金の内訳を必ず確認することです。普通分配金なのか特別分配金なのか、そこが書かれている箇所を面倒でも一度は目を通してみてください。仕組みを知った上で選ぶのと知らないまま選ぶのとでは納得感が全く違ってきます。3つ目、国の制度だからという理由だけで判断を止めないことです。非課税の枠組みが用意されたとしても、そこにどんな商品を入れるかは自分自身の判断にかかっています。制度が安全を保証してくれるわけではなく、中身を選ぶのはいつも自分自身なのだという意識を持っておくことが大切です。例えば、車を安全に運転できるかどうかは、道路が整備されているかどうかとは別の問題であるのと似ています。道路がどれだけ整っていても、運転するのは自分自身です。制度という道路が整っても、選ぶ商品というハンドルは自分で握り続ける必要があるのです。4つ目、一人で判断せず、複数の情報源で確認する習慣です。金融機関の窓口だけでなく、公的な情報や第三者の視点からの解説にも目を通しておくと、偏りの少ない判断がしやすくなります。家族と一緒に確認し合うこともお勧めしたいところです。特に資産の管理をどちらか一方に任せきりにしている家庭では、もう一方が仕組みを知らないまま何年も経ってしまうこともあります。夫婦であれば年に一度でもどんな商品にいくら入っているかを一緒に確認しておく時間を作っておきたいところです。5つ目、自分の資産がどれくらいのペースで使っていけるのかを数字で把握しておくことです。無料ツールお金と自由の航路ナビでは、年金、生活費、貯蓄、退職金などをもとに今の資産が何歳頃まで続きそうかを目安として確認できます。分配金という仕組みに頼らなくても、自分の現在地を知っていれば必要な分だけを無理なく取り崩していくことができます。6つ目、一度選んだ商品でも定期的に見直す機会を自分で作っておくことです。年に一度でも良いので、運用報告書を確認し、分配金の中身に変化がないかをチェックする習慣を持つと、仕組みに任せきりにせず、自分の判断で方針を修正していくことができます。ここで私自身の考えもお伝えしておきたいと思います。私は分配金として自動的に受け取る形ではなく、自分で取り崩す方法を選びます。理由は単純で、資産を育てる力を自分の手で止めたくないからです。見栄のためにお金を使うことはしませんが、本当に価値があると思うものにはきちんとお金を払うようにしています。それと同じように、お金の受け取り方についても仕組みに任せきりにせず、自分の意思で選びたいと考えています。国が用意した制度だからといって
そこで思考を止めてしまうのは少しもったいないと感じています。むしろ新しい選択肢が増えた時こそ一度立ち止まって中身を確認する姿勢がこれまで以上に大切になってきます。プラチナ NISA という名前の響きに安心してしまうのではなく、その中でどんな商品を選ぶのかを自分自身の頭で考える。その姿勢だけは崩したくないと思っています。もし自分の子供の世代に伝えられることがあるとすれば、それは国の制度だからといって無条件に信じきるのではなく、仕組みそのものを自分の目で確かめる習慣を持つことです。過干渉にならない範囲でそうした考え方だけはさりげなく伝えていきたいと思っています。50代を過ぎると体力の変化や親の介護といった自分だけでは決められない事情が重なってくることも増えてきます。だからこそお金についてだけはできる限り自分の意思で舵を取れる状態にしておきたい。そう私は考えています。仕組みに流されるままにするのではなく、自分で選び取ったという納得感がこれから先の暮らしを支えてくれる部分もあると思っています。お金は自由を選ぶための道具です。毎月決まった額が入ってくる安心感も大切な選択肢の一つです。ただ、その安心感の裏側にある仕組みを知った上で選ぶのか、知らないまま選ぶのかで、これからの資産の育ち方は大きく変わってきます。今日お伝えした内容を最後に3つでまとめます。1つ目、NISA という非課税の枠組みは安全を保証するものではなく、中身の商品性は自分で確認する必要があります。2つ目、毎月分配型は利益からの普通分配金だけでなく、資産そのものを取り崩す特別分配金である場合があります。3つ目、分配金に任せるのではなく、自分のペースで取り崩す発想こそが資産を長く働かせ続ける一つの有効な考え方です。プラチナ NISA という制度がこれから実際にどう形になっていくのか、まだわからない部分も多くあります。制度の詳細が固まる過程で分配金の仕組みそのものに見直しが加わっていく可能性も十分にありえます。けれど、制度の詳細が固まる前だからこそ、今日お伝えした見方を一度知っておいていただきたいと思います。毎月お金が入ってくるという言葉の響きに安心してしまう前に、その中身を一度確認してみる。今日はそのきっかけになれば嬉しく思います。もしこの動画が参考になったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。